僕は33カ国に旅したことがあります。いつもこう聞かれます。一番良かった国はどこでしたか？僕はイタリアと答えます。でも、イタリアに住みたいですか？実はこれ、僕の結論では違いました。なぜアルプスもローマもニューヨークも経験した韓国人の僕が最終的に日本に住みたいと思ったのか？この動画を見ると、スイスの年収1000万でも苦しい現実、イタリアの美しさの裏にある不便さ、アメリカの自由の対象に来る不安、ネパールの精神的な幸福とその限界、そして日本がなぜ総合点でベストマッチだったのかがわかります。一つ目、まずスイスです。ここは正直人生で一番美しいと感じた国です。7年前に初めて行った時、電車の窓から見える景色が全部ポスターなんですよ。アルプスの雪、湖の透明度、空気の冷たさまで含めて五感で異世界でした。しかも驚くのがインフラ、山の頂上、標高3000メートル近い場所まで鉄道が走ってる。ここで働く人生もあるかもと想像できた国です。ただしね、ここで一気に現実に戻されます。まずね、物価なんですよ。これは日本の感覚の3から4倍ぐらいのイメージです。僕が行った当時でも、ビッグマックセットが約2000円、3000円ぐらいしたんです。普通のレストランで食事すれば軽く1万円超えてたんです。つまり、日常生活が毎日高級ディナーみたいになっちゃうんですね。さらに生活スタイルも日本と真逆なんでしょう。夜にフラット居酒屋、カラオケ、映画、こういう都市型娯楽というのは日本みたいには成立しません。刺激の密度は大変厳しいかもしれないです。で、二つ目はイタリアですね。僕個人的にね、33カ国の中で単一国家として一番美しい国だったのはどこでしたかって聞かれたら、感想としてはイタリアが1位でした。北に行けばアルプスがあって、ベネチアの水上都市ローマの2000年級の遺跡があって、南に行けば地中海の海が広がるんですよ。一つの国でヨーロッパ全部が体験できるような感覚があります。だから住めたら最高だなって一瞬思ったんですよ。でもね、ここも観光と生活は別物です。まず行政、財布を盗まれて警察に行っても数ヶ月かかる、犯人は見つからないっていうのは普通の状態ですし、役所の手続き一つで1ヶ月かかる場合も珍しくないようですね。日本の区役所みたいに、例えば僕引っ越したら、引っ越しの手続きしに行くだったりとか、またビザで行くとか、でなった時に、一つ一つ数ヶ月ぐらいかかるってのは大変なんじゃないですか。これストレスになるんだなと思ったんですね。次に交通でして、例えば鉄道は数十分遅れるってことは、当時は日常でした。さらに治安は都会でスリ、犯罪リスク、現実的に存在していて、この美しさの代わりに不確実性を受けられないといけないと思ったんですね。加えて言語ですね。イタリアって、確か英語の国ではないですよね。その国の言語もまだ一つから学ばないといけません。僕みたいな人間には大変厳しい生活でございます。3番目はですね、アメリカです。ここはね、可能性の国という表現が一番正確ですね。例えばね、僕の趣味、僕草野球好きなんですが、東京だと週3、4回ぐらいやってるんですよ。だってアメリカにも社会人リーグめちゃめちゃあるから、アメリカに来ても、草野球楽しめるじゃんってなりますし、アメリカって車社会じゃないですか。ガレージに車2台とかバイク3台とか持てますよね。食文化も面白くて、そこで食べたインアウトバーガーがありますが、僕ね、これ大好きでした。美味しかったですし、僕、英語もちょっとは喋れますから、仕事を別に、得られそうではあるとは思ったんですね。ただね、この国の本質っていうのは、自由は自己責任であるっていうことでした。まず治安ね。都市によっては、銃による犯罪リスクが存在しますよね。いつ何が起きてもおかしくないような緊張感だと思います。さらに人口密度。僕は日本の東京みたいに圧縮されている都市が好きなんですが、5分ぐらいで行ける飲み屋、カラオケ、そういったこと好きなんですが、アメリカだと車移動の前提になるから、コミュニティとか楽しめること自体違いますよね。だからもう車で2、30分ぐらい出ないと何ができないようなシステムなんだと思います。だから基本は家族単位とか個人単位っていうのがありますよね。そしてね、アメリカはこの移民に対することが非常に取り締まりが厳しくて不安っていうのがあると思うんですね。だから、自由に挑戦はできるんですが、安定は保証できないということなんですね。
で、4番目、ネパールです。これ皆さんびっくりした方いるかもしれないです。ここは全く違う軸で魅力がありました。結論から言うと、このお金と幸せという関係がもうネパールという国では全く違うような国でした。例えばこのお金だけを見ても、日本や韓国で10年、20年ぐらい働いてれば、その貯金のお金で、多分ネパールで永遠に仕事せずに積めると思います。生活コストも安いですよね。だから僕のお金がもう6倍、10倍になるような感覚です。さらに自然で、ネパールってエベレストあるんですよ。ヒマラヤあるんですよ。これはスイスとはまた違う圧倒的な自然。私たちは自然に恵まれて住むんだっていうのはありますね。コミュニティの中でみんなと幸せに生きるっていう、幸福度が、お金では測れない価値として僕は感じました。ただしね、ネパールも現実があって、僕の場合、衛生まず合いませんでした。地域によってはまだ、このトイレ環境が整っていないとこがあって、大便の後は手で洗うことしかできないような地域もあります。ほとんどの地域で育った気がします。食文化も異なっていましたね。毎日食べるとなると、まずその国の食べ物を食べれないと大変なわけですよ。毎日日本食、韓国食探しに行って食べることはできないんですね。あと僕、ネパール語も話せないので、地域のコミュニティから幸せを得ている皆さんにアクセスするのは難しいですよね。今から学ぶとしても、最初1年ぐらいはかかるんじゃないですか。内容が高いんだというふうに思いました。だから、心身をリセットしたいとか、シンプルな幸福を求めたいという気持ちになったら、ネパールはありですが、まだ僕は東京でやってみたいっていうことがあるから、僕にとっては大変な環境でありました。で、最後5つ目、日本ですね。ここで初めて僕にとって全部のバランスがとてもマッチしている国になりました。まず、生活密度。東京であれば半径 5km の中に野球場、映画館、居酒屋、カフェ全部揃ってるじゃないですか。居酒屋って飲んだりとか、野球した後に家で体洗ってその後回転寿司食べに行ったりとか、家系ラーメン食べれたりとか、毎日違うものを安定した品質、衛生で食べられると思うんですね。これ僕にめちゃくちゃマッチしていました。さらに安全もあって、深夜1時に一人で歩いていても、僕の場合はまだ、問題はないってことがあると思うんですね。だからここでも安心感を得られるわけであります。そして最も一番大きいのは価値観ですね。おもてなし、職人精神、迷惑をかけないという3つの文化。これ僕が大好きな文化です。とても居心地が良いんですね。この予測可能で快適な社会っていうふうに僕思っていて、例えば電車は時刻通りに来て、サービスは期待値を下回らないってことがあったり、これは長期で生活するってなったりすると、安定的に自分が考えていることを見れるという魅力があるんだなというふうに思いました。だから結論としては、スイスは自然は完璧だったけど、生活はちょっと田舎生活、地方生活が大変そうだった。イタリアは美しさは100点だったけど、この安定というところで、ちょっと大変だった。アメリカは自由が100点だったけど、いつ何が起こらないかわからないリスクが難しかった。ネパールでは幸福と価値観という観点ではベストだったけど、インフラ的にあまりにも制約があったという形だったんですね。その中で日本はこの総合して長く住むってなった時に、その日本の皆様の文化も価値観も食事も自分がやりたいことも全部あってて、僕はこの世界33カ国行ってみたんですが、どこに住みたいですかってなると僕は日本になると思いますし、実際、日本に住んでるわけであります。僕がそんな偉そうに言える立場ではないので、日本に住まわせていただいておりますということですね。最後にね、世界を旅すれば旅するほど思うことが実はあるんですよ。どこが一番すごい国かじゃなくて、どこが自分に合うかだったりとか、この国ならではの魅力、社会、価値観、歴史は何だろうなっていうことなんですね。僕はね、たまたまの海外旅行で日本に出会って、ここだと直感で感じました。そして実際、今まで9年半ぐらい住んでみて、その感覚は間違ってなかったと思うんですね。人によって状況全く違うって話をしたいと思います。実際、日本に来た留学生の中の半分以上は韓国に帰っていますし、日本の皆様でも東京が合わなくて地方に行く方もいるじゃないですか。僕の大学仲間も九州大学から一緒に東京に来たんですが、東京生活が合わなくて、地元の兵庫県に戻った人もいます。自分は居心地いい場所で好きな人たちと生きる。それだけで僕は十分なんだなというふうに思います。
そして僕はそれが、日本で、東京で、良かったんだなというふうに思います。皆さんはどこに住みたいですか？そしてその理由は何ですか？逆に、この地域は無理かもなーって思う国、思う都市あれば、ぜひコメント欄で教えてください。パックンでした。アンニョン。